では多分皆さんが一番気になるであろう倒す三日月蹴りから解説していきたいと思いますが、三日月蹴りで一撃 KO をしようとするとやはりレバーに入れる必要があります。ですが、皆さんがそうであるように、当然レバーって絶対にもらいたくないポイントで、ガードも硬く、普通に蹴れば肘を蹴って自爆してしまうため、ガードを上げてもらう必要があります。こんにちは、空手家国です。今回は倒せる三日月蹴り、そして接近戦でも蹴れる三日月蹴りの蹴り方を公開する三日月蹴り完全解説版後編をお届けしたいと思います。前回は絶対に相手の肘を蹴って怪我しないために僕が大切にしている三日月蹴りのポイントをお届けしましたが、今回は基本的な三日月蹴りが蹴れるようになった後に実戦で使う応用編として倒す三日月蹴り、接近戦の三日月蹴りなどをお届けしたいと思います。日頃僕のチャンネルは空手家高血の技術解説や他の武道、格闘技の技術を深掘りするなど、見れば 100% 強くなる動画を毎週金曜18時に投稿しています。また本気で強くなりたい人や本気で強くしてあげたい人は YouTube では赤瀬愛高血の本気の技術解説が見られ、毎月所属メンバーの全ての質問に高血ががっつりお答えしているオンラインサロン空手家高血のオンライン教室もありますので、ぜひ、動画概要欄をチェックしてください。では早速、三日月蹴り応用編を解説したいと思いますが、前回ご紹介した背筋蹴りの方法として僕が、使用する三日月蹴りで大切なポイントとなる3つの、概念として、蹴る場所、蹴りのコース、引きのフェイント、こちらに関してはちょっと前回の動画ですね、こちらの方ちょっと参考にしてみてください。正直これらの知識がない方はこの知識を、見てからでないと、応用ができないので、ちょっとそちらの方、動画確認お願いします。では多分皆さんが一番気になるであろう倒す三日月蹴りから解説していきたいと思いますが、三日月蹴りで一撃 KO をしようとするとやはりレバーに入れる必要があります。ですが、皆さんがそうであるように、当然レバーって絶対にもらいたくないポイントで、当然ガードも硬く、普通に蹴れば肘を蹴って自爆してしまうため、ガードを上げてもらう必要があります。そこで大切になってくるのが上段回し蹴りですが、上段回し蹴りって言った瞬間に、いやちょっと自分上段回し蹴りなんか蹴れないしとか、上段回し蹴りが蹴れないから三日月蹴りで倒せる組み手ができるようにならないかと思ったのに上段かよって思った方にはちょっと朗報があって、上段回し蹴りに関しては、相手に当てる技術は必要、ありません。たとえ蹴れなくても相手に上段が来る選手だと思わせることができれば三日月蹴りをレバーに入れることは可能になるので、どうしても三日月蹴りでレバーを蹴って倒したいんだという人は今からお見せする注意点を参考にしてみてください。ちなみにですね、今から解説する、知識は日常的に上段回し蹴りを蹴っていて、そもそも上段回し蹴り当てれる人とか、上段回し蹴りでそもそも KO を量産していて、そもそも、蹴る前から相手が上段回し蹴りを警戒してくれているっていう人は、見る必要がないので、ちょっとこの後の動画1分か、2分ほど飛ばしてもらって大丈夫です。ですね、まず1点なんですが、上段回し蹴りが蹴れなくてもいいよっていう理由としてはですね、基本的に上段回し蹴りが、蹴れないとか苦手だと思ってる人って、もうそもそも顔を実際にペチンって当てないと蹴る意味がないと思ってる人が結構多くてですね、上段回し蹴りを警戒させるんであれば上段を蹴る必要は実はなくて、例えばですが、上段回し蹴りを警戒させたいときはそもそも当たらない距離で上段回し蹴りを出すってことをしていきます。例えばですが、ちょっとどうしようかな。ちょっとじゃあ受けてもいいですか、どうぞ。で、こうやって蹴るときに、ここまで入ってしっかりガチンって KO するような蹴りを当てようとすると、そもそもこの距離で足を上げるのっていうのが、難しい技術になりますし、なんなら受けられた後に自分が不利な状況になったりするっていう可能性もあるし、足かられる可能性もあるしっていうので、リスクを抱えないとここで蹴ることができないので、結構上段出すのが難しいっていう人結構いるんですが、そういう場合に関してはそもそも前の手を狙って蹴ります。なんなら極端にここを出す分には、距離が離れてるので安全だっていうのと、蹴った後に不利にならないし、そもそも、ここで足を上げて蹴るのは難しいんですが、やってもらったら分かるんですが、前手に蹴りを当てるぐらいの距離で当てるのはそんなに難しくないんです。で、ただこの時に一つだけ大切になってくるのが、前手を蹴るって意識して蹴っちゃうと意味がないっていうのがあって、例えばですが、相手実際に上段を例えばここで蹴ろうってこうやって、する感覚を持ってやると、実際前手を例えばですが、ここでこうすると、序盤の前になっちゃうんですけど、ここだとこの場合は届かない距離なんですが、
ってやると、上段当然これ結構届かない場合なんですが、相手がこうやって反応するっていうことで、これができると、相手からすると組手中にここ顔じゃなくて顔のちょい手前ぐらい前手のあたりをパーンって何回かここ蹴ったりすると、あ、こいつ上段蹴ってくるんだって思わせることが可能です。これ当てる必要もなくて、前手に当ててるけど意識だけ本気でお前顔蹴るぞってやっていくと、相手からすると上段が来るって思わせれるんで、この時に前手を狙う間合いでこうやってやって相手がピクって反応したら、これもう上段警戒してくれてる合図なんで、ここまでこれができるように、なるっていうのはめちゃくちゃ大切になります。で、あとはそうだ、こっちの方がいいのか、失礼しました。でこれで間合いとしてはこれでバーンってモーションが、反応できるように、してもらえるようになったら三日月が蹴れるんですが、ちょっと一つ最初に言うのを忘れましたがノーモーションでこれパンって、蹴りが出せるようになっておくことで、小さいモーションで蹴りが来ると思わせておくと、こういう大きいモーションに相手が反応しやすくなるので、前回のメリットを説明したんですが、こういうノーモーションでペシッてノーモーションでペシッ出しておいて、このフェイントで上段パーンって、この辺もうちょっと離れないバーンって出しておいて、あ、上段も来るんだって思わせれば、こういう、フェイントで相手ピクって反応させて、ここで、行く時にわざとこの時の三日月蹴りは大きなモーションを取ります。ここで、ちょっとオーバーに勝利取ることで相手がピクって反応すれば、中段の三日月で反応させずに、ガードが上がってくれるんで、安心して、レバー行ったりすることができるんで、基本ノーモーションで蹴る三日月蹴りを当てる、その後、フェイントわざと大きなモーションで上段蹴る、で大きなモーションをフェイントに三日月蹴りという順番になるんで、この小さいモーション、ノーモーションで蹴れるから大きなモーションに、相手が敏感に反応してくれるようになるので、これでうまいこと上段引っ掛けてもらって、それをフェイントに三日月を今度はレバーになっていくっていう形で、これもですね、最初から狙うと絶対自爆するので、これも、練習する時、特に道場で三日月バカバカ入れて倒したら絶対嫌われちゃうので練習する時はこうパツンで当てて、でハイキックとかはわざと大きくバーンって蹴っといて、実際三日月狙う時とかもモーションだけ大きくしてちょんって当てて、あ、当てれるなっていう確認だけできれば全然それ使える技になってきますんで、できるようになったからってあんまり道場でバカバカ倒すのは、気をつけた方がいいと思います。あともう一つだったな、基本的に、フェイントかけるときに、これ実際に、やってもらうとよくあるんですが、最初上段蹴るっていう、ここを蹴るときはすごいちゃんと顔を見てフェイントかけてるのに、急に三日月になるって言った瞬間にこの辺りキュッてボディを見ちゃって、それじゃあ気づかれちゃうよねって人がいるんで、基本は、頭の中ではイメージは上段をパーンって振り抜いてるイメージで、相手の顔の方にめっちゃ意識いってるのに足だけ下行っちゃったっていう風にしないと相手引っかかってくれないので、蹴る時の意識ってすごく大切なので、蹴る時はあくまで上段蹴ろうと思ったら中段に足いってるわぐらいな感じで、ちょっとそこの自分の中の認識をずらす大切なので、これちょっとコツとして覚えておいてください。ちなみに今の、フェイントができているかどうかの確認の練習としてペアでやってもらいたいのが、この上段と、中段、なんなら、本当に当たっちゃうと危ないから回し蹴りとかでも結構なんですが、サポーターつけてもらって上段、中段、この2択しかない蹴りのやつで、全然これ受けられてもいいんですが、自分が狙った時はここに当てれるかっていう確認をちょっとやっててほしくて、例えばこの状態ちょっと上段とかで大丈夫で、こうやって蹴っていってもらって、こうやって蹴ってもらって、もらって、これ実際にこういうフェイントで自分が当てようと思った瞬間にちゃんとレバーのところに足持っていけるかっていう確認をすることで、実際これさっきも言ったんですけど、どうしても目がこっちに行っちゃってたりとかして、実際蹴ろうとした瞬間にこうなって、でガードを締めてもらって、ああ今のは蹴れなかったわっていう風になったりする人も結構多いので、確実に自分がここに蹴ろうと思った時はここのガードが空いてる状況に相手を持っていけるかっていうのをペアでちょっと確認する練習もしていただければと思います。おすすめです。続いてパンチの間合いで出す接近戦の三日月蹴りの蹴り方を解説したいと思いますが、これもちょっと、実際にやってみたいと思います。
一般的に三日月蹴りってやっぱりちょっと離れてこのぐらいの距離をバンって蹴っていくっていうイメージが多いと思うんですが、なんならこのぐらいです。手が普通に相手に届く間合いで蹴れると、なんならパンチパンパンと打ち合って、こういう状態からいきなり三日月が蹴れたりするので、これって相手にだったら脅威の技の一つになるので、この時の蹴り方をちょっとお伝えしたいんですが、これも基本背筋で蹴るんですが、この時にこちらの方はちょっとゆっくりオーバーにやります。ここをぐーっと引いてここを伸ばします。そしたらこの次大切になってくるのが、軸足を軸に蹴らないということで、当然ですが軸足を軸に体回したらこの膝が当たっちゃう距離なので、これどうやってもこれ三日月蹴れないんですけど、伸ばしておいたことでこの、上下にぐーって伸ばしておいたことで、ここを軸にこちら側に体をグッて開放してやると、ちょっと一回蹴らずにいきます。ここを引っ張って形でここ軸に体を回転させちゃいます。そうすると軸足が別に近くにあろうが、じゃあちょっとついてみます。という形で、ここから、ちょっと接近気味のここから蹴ってるのと変わらないところまで軸足勝手に移動してくれるので、パンパンと打ち合って、ここの状態からぐっと引っ張ってここ軸に蹴ること可能になるので、基本背筋蹴りは一緒なんですが、軸の位置を軸足からこのいわゆる片でですね、その下のここに移すっていうことで、ここで動作としてはここからここに引っ張ってもらって、ここが上がってくると軸足が勝手にずれるので、こういう形にするとパンパンと打ち合ってて、別にこの距離から引っ張って蹴ることも可能になってくるので、ちょっとここで軸にここを回すっていう練習もちょっと取り入れてもらうと接近戦やりやすくなると思います。おすすめです。最後のおまけとして、右の三日月蹴りを解説したいと思います。これもちょっと倒し技ではないんですが、蹴られた相手が露骨に嫌がる、これ痛みで相手を嫌がらせる技なので、うまく組み手に使うことで有利に進めることが可能になる技なので、ちょっとこちら参考にしてみてください。いわゆるオーソドックススタイル同士で、右の三日月って、意外にどこ蹴るのっていうので結構こっちを蹴る人って少ないんですけど、これちょっと中段回し蹴りをちょっとブロックしてもらっていいですか。中段回し蹴りをこうやって脇を締めてブロックするタイプの人には、これブロックしてくれるなと思ったら少しだけちょっと外ポジションに行くんですが、ちょっと見てください。こうしてやると腕の後ろからこれ中足でこう蹴ることができて、これ一発で相手が倒れることはないんですけど、これ多分思いっきりこうバスコンってやると結構痛くて、相手が露骨にこう嫌がるとこういうのに反応してくれるようになるので、倒し技じゃないんですが、これ持っておくと、選択肢として持っておくと、この人はミドル脇締めていけるタイプだなと思ったら、ちょっとずれてこうすると絶対当たるので、こちらも蹴り方を参考にしてみてください。ありがとうございます。今回のこの三日月蹴りの右の三日月蹴りとかうまく使うと、相手のここにあざができたりっていうなかなかレアなパターンもできるので、ちょっとそのぐらいで当てれるようになってくるとですね、意外に右の三日月蹴りの組み手のコントロールができたりするので、ぜひ参考にしてみてください。ちなみに安保選手の印象というか、僕はなんか正直ああいう人は嫌いです。すごいこう自分と格闘家としてなんかすごいもうなんか屈辱的だったというか、立ち技の格闘技をやってる人に、勝つために、これが一番大切だよっていう勝つ要素、なんだと思います。なんか僕なりのこう考えなんですけど、いかがだったでしょうか。今回は倒す三日月蹴り、接近戦で蹴る三日月蹴り、右の三日月蹴り、各種、3つの種類ですね、三日月蹴りの、ご紹介をしました。
前回、ご紹介した自爆しない三日月蹴りの基本と合わせて2週にわたってお届けした、三日月蹴り完全解説版を参考にしていただき、ぜひ皆さんの組み手の幅を広げていただければと思います。今日も最後は YouTube を見ていただきありがとうございます。もし動画の内容が良かったらいいねボタンとチャンネル登録して空手家高血の YouTube 道場で一緒に強くなりましょう。このポジションにいるときってここからこういう風にするので、ここの距離がですね、ここポジション変わるだけで全然違ってくるんです。実際にやっていただくと分かると思うんですが、この正面に立った時の後ろ蹴りと、この右にずれた時の後ろ蹴りのポジションで相手側からしたら全然違うスピードに見えるので、